丘のふもとまで続く長い階段の素敵な細道です。一応手すりが両脇についています。観光客にも人気のルートというのもわかる気がします。階段を降りてまず目にする光景です。ユネスコの世界遺産として登録されたリヨンの旧市街です。こんにちは、ケイスケです。僕は今フルビエールの丘を降りてきました。頭上にはこの通りと同じ幅の青空が向こうまで続いています。この通りの名前はルー・ドゥ・ブッフ。ブフって牛肉なので直訳すると牛肉通りですけど、由来は牛の彫刻がこの通り近くの広場にあることかららしいんです。このルー・ドゥ・ブッフはリヨン旧市街で一番素敵な通りと言われているようです。通りの幅は5メートル弱、全長188メートルの通りです。リヨンはもともと美食の街として有名ですが、このルー・デュ・ブッフは現在フランスで最もミシュランの星付きレストランの数が多い通りになったようで、一つ星レストランが3つあるんです。その中の一つに日本人シェフの新井剛さんのお店、オー・キャトーズ・フェブリエがあります。このまま直進しようか、それともここを右折しようか迷っています。ヌーブ・サンジャン広場にやってきました。この先はあまり人がいなそうですよね。こっちの方が賑わっている感じがしません？この広場の一角にあるこのお店、今回は入りませんでしたけれど、リヨンの料理を気軽に楽しめるお店です。お店のカラフルなひさしやこの通りの両脇に広がっているテラス席が素敵な雰囲気を作っています。お昼時間からはかなり過ぎてしまっているので、お客さんはそれほど座っていません。あっという間に突き当たりまで来てしまいました。街の至るところで彫刻を見かけます。あんなところにもあるんですね。なんてことはないクレープを焼く屋台もなぜか可愛く見えてしまいます。このアイスクリーム屋さんの前、かなり行列ができていました。アイスクリームを買った人々が向かっていた広場です。ここの広場少し可愛らしい雰囲気だと思いませんか？センジャン通りを進んでいきます。リヨンで最も賑やかな通りの一つで、歩行者専用道路になっています。先ほどのブッフ通り、そしてこのセンジャン通りとビューリヨンと呼ばれているリヨン旧市街の街並みはとても素敵です。このビューリヨンと呼ばれる地域はいわゆる観光地ですけれど、ある調査でリヨンはフランスの中でビジネスに適した都市第1位に選ばれています。実際リヨンを中心としたローヌ地方の雇用率は国の水準よりも高いんです。ちなみにリヨンは生活の質の高さでもフランス第1位の都市に選出されています。センジャン広場にやってきました。狭い通りから広場に入った途端、一気に視界が広がります。僕が先ほどまでいた丘の上の大聖堂が見えています。そういえばあの4つの十字架のうち2つは FM 送信機が設置されていると聞きました。広場に響き渡る歌声の方に進んでいます。街角でオペラが聴けるなんて最高ですよね。このセンジャン広場はリヨン・センジャン大教会の前に広がっています。今日は強い日の光と青空でその存在感がさらに際立っていますよね。このリヨン旧市街の中心部に位置する大教会は
ゴシック様式とロマネスク様式が混在する建物です。1175年から1481年までの3世紀にもわたって建設されたそうです。広場の中央にあるラ・フォンテーヌ・センジョンです。ジャン・マリー・ボナシューが制作したキリストに洗礼を施す洗礼者ヨハネの彫刻があります。次はリヨンの代表的な広場に向かっています。ボナパルト橋を渡ってソーヌ川を越えていきます。何度見てもこのソーヌ川沿いの景色はやはり素敵ですよね。ポン・ボナパクトから見たフグビエールの丘です。ここからでも十分に丘の上の大聖堂がよく見えています。リヨンの象徴ともいえるベルクール広場が見えてきました。そういえば星の王子様の作者サンテクジュペリはこのベルクール広場のすぐ近くのアパルトマンで生まれたと聞きました。広場中央にはルイ14世の騎馬像が立っています。このルイ14世の騎馬像はパリで鋳造された後、24頭の馬に12日間引かれてリヨンに運ばれ、1825年10月29日設置されたそうです。高さは 5.7 メートル、重さは15トンもあります。この広場一見長方形に見えますけれど、実はよく見ると台形になっているようです。この広場の面積は6ヘクタールで、フランスでは5番目に広い広場だそうです。こうして見るとこのリヨンを象徴する広大な広場の色とリヨンの街の家屋の屋根の色が重なります。この広場からもフルビエールの丘の大聖堂は見えるんですね。広場を離れてプラスアンペーフまでやってきました。噴水の中で子供たちが水遊びをしています。この広場の周りには19世紀の建物が立ち並んでいます。地下鉄はアンペール・ビクトル・ユーゴが最寄り駅です。この地区はローマ時代に占領されていたそうなんですよね。再びソーヌ川を渡っています。僕が車を降りて最初に目にした赤い橋です。正面に見えるのはサンジョルジュ教会です。1853年に完成したこの橋は1944年9月1日ドイツ軍によって一部を爆破されたそうなんですが、その2ヶ月後には人々によって再建されています。リヨンもかつてはペストに脅かされたり、他の国に侵略されたり破壊されたり、たくさんの危機を乗り越えてきたんですね。駐車場近くまで戻ってきました。今回も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。 TGV であればパリから日帰りもできるリヨン、とても素敵な街ですのでぜひ訪れてみてくださいね。ということで明日もいい日になるといいですよね。それではまた。